これまでずっと10回を重ねてやってきた、見返してきたサーブ戦術のですね、過去の変遷をこのスタティックとダイナミックっていう理解をもとにして、ちょっともう一回整理して考えていきたいと思うわけなんですが、そうすると最初のスタティックシステムっていうのはどこで生まれたかって考えると、これ1980年代のアメリカ男子の革命的戦術ですよね。2人レセプションシステムを敷いて、確率高く A パスを返して、そこからサインプレー、コンビバレーで時間差攻撃を仕掛けるっていうことで、サイドアウトを高い確率で取ろうっていうシステムを作り上げた。次のスライド。これが一番最初のバレーボールにおけるスタティックシステムを用いたゲームモデルというふうに言えると思います。これまではサーブを打ってその後どうなるか、サービスエース取れればいいんですけど、サービスエースにならないでラリーがつながったらもう相手チームのボールだからどうする、コントロールできないし、もうどうなっていくか分かんないっていう、そういうバレーボールだったわけですよ、この時代まではね。だけどここで初めて毎回できるだけ同じような形を作り上げて、確率高くサイドアウトを取っていくっていう方法論が初めて確立したわけですよね。ここが最初のスタティックシステムの誕生だと思います。だからこそやっぱり革命的とやっぱり何度考えても思えるわけですよね。この2人レセプションシステムに始まる分業制のアメリカ男子のシステムと思うわけですけども、じゃあサーブ側はこの時代どういうことをやってたかっていうのを振り返りますと、次のスライド。この時代っていうのはシングルターンでしかものを考えてなかった時代なわけです。サービスエースを狙ってサービスエースで得点するっていうことしかゲームモデルとしては作れなかったわけですね、サーブ側はですね。ということでボールのスピードや軌道の変化を最大化することということを意図していたわけなので、それが達成できるロングサーブ戦術っていうのが当時の長い間トレンドであったわけです。ということで次のスライド。つまりスピードと軌道の変化は最大化できる代わりにロングサーブ、距離が長いっていうことですけども、結果的に相手コートからこちらに飛んでくるまでの時間も長いっていうことですよね。時間的猶予があるっていうことが実は前提になってたわけです。これがあったからこそこのスタティックシステムっていうものをアメリカ男子は作ることができたわけですよね。つまりサーブっていうのは相手から打たれるものだから自分たちでコントロールできないんだけども、でも時間的猶予があるから毎回同じ2人がレセプションを安定して取るっていうことができたということになるわけです。守備範囲を広く設定できた。ボールを持てないんだけども、セットプレー、セットオフェンスに近い感覚でプレーすることができたっていうことだと思うんですよね。時間的猶予が前提になってたっていうわけです。ところが時代が進んできまして、次のスライド。だんだんマルチターンを考えるようになってきたわけですよね、サーブ側がですね。最初は1995年のサービスゾーンの拡大に始まって、相手のコートに繊細に着弾地で狙えるようになった。そしてさらに1999年に、過去最大のルール改正、ラリーポイントシステム導入っていうことを経てですね、バレーボールのゲーム構造が変わってしまったわけですね。確率高くブレイクを奪っていかないといけない。サーブ側がですね、高
高い確率で得点を取っていかないといけないっていうゲーム構造に変わっていったので、そんな毎回毎回サービスで取れるわけじゃないし、どうやってその中でブレイクを奪うんかっていうことを考えるようになってきた。その中で相手のレセプションアタックを思い通りにインシステムにさせずに、そしてこの時代ですのでリードブロックがもう浸透してますから、リードブロックは前提にして相手のレセプションアタックをはめて追い込んでいって、そして自チームとトランジションにつないでいくっていう、そういうマルチターンでゲームモデルを考えるようになってきた。それができるようになってきたという1990年代後半のサーブ側のゲームモデルの中で、じゃあレセプション側はどうなったかというと、次のスライド。そうすると今度はもう相手は時間的猶予を与えてくれなくなったわけですね。リードブロックで追い込むために、あるいはレセプション側はリベロも使えますから、リベロに取らせて安定したレセプションアタックを繰り出したいっていうふうになっているわけですから、そうはさせたくないので、リベロに取らせないためには時間的猶予を与えないで、確実に誰かリベロ以外の選手にどこかで取らせたいっていうことを考えるようになるわけで、それによってジャンプフローターサーブが男子で生まれたっていう話だったと思います。はい、そういうふうな形でサーブ側が相手のスタティックシステムによるレセプションアタックをだんだん追い込んでいったわけですね。前提となる時間的猶予をもう取り去ってしまったわけです。そうなってくると次スタティックシステム側は非常にどうしたらいいんだっていうことになっていっちゃったわけですよね。非常に閉塞感が漂ってきた。どうすることもできなくなってきて、結局スーパーエースに頼らざるを得なくなってきたっていうのが、これが2001年2002年頃の男子バレーの閉塞感ですよね、につながっていったわけです。そもそもそのスタティックシステム、分業制2人リセプションシステムであったりとかっていうものが、ロングサーブというものを相手取った時に時間的猶予があるからこそ成り立っていたものなんですけど、サーブ側の変化でその時間的猶予を与えてくれなくなったっていうことで、そのスタティックシステムが機能しなくなってきたということですね。そうですね、はい、多分おそらくやってる側はそんな時間的猶予とか考えてないと思うけどねやってる当事者たちはね。サイドアウト戦の時はスタティックシステムでレセプションから高確率で点が取れれば当てる確率が高かったってことなんですよね。サイドアウト制では。サイドアウト制で。それがラリーポイントになって変わってきたと。そうです。サイドアウト制は、サイドアウトさえ取ってればいいんです。負けないですもんね。そう、サイドアウトさえ取れればサーブ権というボーナスステージに入れるので相手は得点できないからね、その状態だと。そうか。ボーナスステージをいっぱい。そう、ボーナスステージをたくさん稼げばいいわけだからあとはもう下手な鉄砲数打ち当たるでいいわけ、サーブ側はね、サーブはという戦いでよかったんだけど、ラリーポイントになってそれはできなくなっちゃったわけ。はい、ブレイクを取んなくちゃいけなくなったってことですね。そう。はい、なるほど。もうすごく大きな転機ですよね。ここにリードブロックが関わってくるってことなんですよね。そうですね。リリードブロックがあるからこそマルチターンで考えれるようになったわけです、サーブ側が。それまではサーブだけで何とかするしかなかった。でもその時代も実はリードブロックがあればあれだけど、そこを掘ろうとみんな思わなかった。でもあれば有利は間違いないじゃない。未来から見ると
いや、なんでそこに手そうつけないのってなるんですけど、今から見れればそういうこと。ででなるけどそこに目が向かなくてそう掘らなかったってことですよね。当時は。うんうん、そうですわ。というふうに見えますねっていうことになります。うんこれで2001年から2年のバレーボール男子バレーの閉塞感っていうのが説明できるかなっていうふうに思うわけでして、はいこのままでは本当にちょっとレセプションがもうどうしていいか分かんないっていう形になってスーパーエースに頼らざるを得ないっていう時代だったんだけど、それを打破したのがレジェンデの2000年代のブラジル男子ですよねっていうことで、じゃあどういうふうにしたのかっていうと。